その金のせいでおら古女房を追い出しちまって、今夜から一人で寝にゃならねえ。こりゃ驚いた。嫁ぎ先がおめえなら金がかからなくていいじゃねえか。ここは白壁の土蔵がずらりと並ぶ江戸。人が後から後から流れ込む、そんなにぎやかな町の片隅。ことは春うららかなある日に始まります。いや、唐突にて失礼する。やじろべえ殿おられますかな。こちらにおりますが、どちら様で？拙者駿河野の左衛門と申す者。何？どうして来たかって。そりゃつれねえ口ぶりだ。実はな、お前と密通しておったという妹を嫁にやるつもりで連れてきたのだ。妹はこう申す。やじろべえでなければ夫婦にはなれませぬと。ならば兄としてできることは一つ。好きな男と一緒にしてやる。それが情ってもんだ。さあさあ、めでたい酒じゃ。杯を交わそうではないか。祝いの酒を。へえ、こりゃまたご苦労様なこったね。だけどお侍さん、あたしゃこの男と仕方なしに連れ添ってるだけでね。口はでかくてヒゲだらけ、腹にゃたむしがびっしり、足はザラザラ、おまけに寝息が腐ったおでんみてえにくっさい。こんな男に惚れるってんなら、そりゃ相当な酔狂か目が節穴でしょうよ。さあ、お優しい妹さん連れてさっさとお帰りなさいな。こいつめが亭主のことをめちゃくちゃ言いやがる。こりゃよく聞け。今日妹を連れてきたのはご家老の命によるものぞ。聞けばこの侍の妹おたこという娘、やじろべえに惚れ抜いたあまり、お偉方との縁談をはねつけ、命からがら駿河から江戸までやってきたそうで、その一途さに胸を打たれたのがおふつ。黙ってその場を立ちました。木の幹のまま戸口を出る。その背中には悔しさでも嫉妬でもない女の覚悟がありました。するとつかの間、左衛門は突如帯から刀を抜いて床へ投げ出し、悠々と座を崩す芝居の幕が音もなく裏返った瞬間でございます。やれやれ、肩の荷が下りたぜ。どうだやじさん、俺の芝居なかなかだったろ。へっ、とぼけた駿河の弁には恐れ入った。田舎侍のふり様になってたぜ。今回の一件全部俺の書いた台本さ。あの女房にいっぱい食わせたってわけよ。なんせあの陰気ったらねえ顔にゃもう飽き飽きしてたんでな。この機に乗じて女房に見下り半ってわけよ。さてと話はうまく運んだが、肝心の持参金は本当に今夜来るのかい？心配ご無用。おめえが金を待ちわびてるのは百も承知だ。で、酒の買い置きあるかい？さて、あの侍と器量よしの妹、駿河からはるばる来たなんてのは真っ赤な嘘。実のところ二人ともやじろべえの古い仲間で、侍に化けていたのはボテ振りの桃七、妹を演じたのは矢場勤めの女おたこでございました。すべては金のため、女房を切るための一世一代の芝居ってわけです。やじろべえはもともと駿河の名家の二代目。真面目な女房おふつがいながら酒と女に溺れ、金は底をつき、挙句長屋暮らしのくたびれ果てた身の上。そんな折桃七が持ち込んだのがとある隠居老人との裏話だったのです。隠居老人がある女に手を出しはらませてしまったが、子供も女も今さら面倒は見られねえ。やじろべえがその女と夫婦になり、生まれてくる子を育ててくれるなら15両の持参金をつけよう、そういう話でございました。
ねえうずきちゃん、聞いた？ヤジさんが15両もらって知らない女の人を嫁にもらうって話。ちょっとあまね、声が大きい。それが本当なら15両の持参金付きっていうのはお金に困ってる人にはそう簡単に断れない話なのよ。そもそも持参金って何それ？持参金っていうのはね、女の人が嫁ぐ時に実家から持っていくお金や道具のことなのよ。お嫁に行く時ってお金まで持ってくの？そうなの。着物にタンスに茶道具、時には家財道具一式、そしてお金。武家のお嬢様なんかは嫁入り道具だけで馬が何頭も必要だったって話もあるのよ。引っ越し大変そう。驚くとこそこなの。これはただの贈り物じゃなくて、この娘はちゃんとした家のものですっていう証明でもあるの。嫁ぐ相手の家に格を見せつけるためでもあったのよ。なるほど。つまりお金と品物で信用を買うってわけだ。そうそう。持参金がないと嫁に行けないってこともあったし、お金に困った家が嫁入りを借金返済の手段にすることもあったのよ。そういえば15両って大金なの？そうね。町人のお給金が1年で3両くらいだったって言われてるから、5年分の暮らしが丸ごと買えるくらいよ。5年分ってことはさ、15両あったらお団子立体何本買えるの？そうね。だから15両持っていきますって言われたら、どんな話でもちょっと心が揺れるかもしれないわね。女の人とお腹の赤ちゃん15両で引き取るなんて、この後どうなるんだろう。それではまたお目にかかりましょう。夜も更け、酒盛りを終えた桃七たちはそれぞれ帰宅する。やがて訪ねてきたのがあの嫁入り予定だった女、おつぼ。しかし15両を持ってくるはずの老人はとうとう姿を見せなかった。待てど時だけが過ぎていく。そろそろ布団でも敷こうか。まさにその時でございます。突然表の戸を叩く音がしました。戸を開ければ北八という男が息を弾ませ飛び込んできました。いやもう落ち着いてられねえ。15両の金頼んだろ。明日は店の棚卸しなんだよ。金を使い込んだ穴埋めとかなきゃ首が飛ぶって話さ。お前なら何かしら手打ってると思ってさ、気が気じゃなくて寝床から飛び出してきたってわけ。安心しな。明日の昼までにはきっちり揃えてやら。いざとなりゃ10両や15両ぐらい工面できるぜ。やあ、お前様。嬉しいや、嬉しいや。私とお腹の子を気遣って来てくださったのですね。おい、てめえ、この女、知ってんのか？突如夜更けに現れたその男、矢次郎兵衛のかつての恋仲だった男、北八でございます。顔立ちはよし、頭の回転も速い。若い頃は役者で器用に立ち回って銭を稼いではおりましたが、根っからの遊び人、男も女も見れば口説く、手を出す。そんな性分が抜けきらなかった。どちらも自分勝手で、でたらめで、先のことなんぞ気にしない。だが妙に気が合う、不思議な腐れ縁。矢次郎兵衛が15両を欲しがったのも、この北八の借金を肩代わりするため、その一心で策を巡らせ、芝居を打ったのでございます。私は北八様の勤め先でおまんま炊きをしておりました。けれど嫌だと申したのに口説かれてつい心を許してしまい、こうして身重の身となりまして、やむなくお暇をいただいて親元へ帰りましたが、堅物な親のもとでは受け入れてもらえず、その後は北八様の手配でひとまずよそに預けられておりました。けれど北八様はこのことが奉公先の親方様に知られてはまずいとお思いになったのでしょう。私に15両の金をつけて片付けたい、そうおっしゃいました。
北八様のご迷惑になると胸を決めて泣く泣くここへ嫁ぎに参ったのでございます。なんとお壺の腹にいるこの父親は15両を持ってくるはずの老人ではなく、この北八だったのでございます。なんとまあ自分勝手なこの二人、ついに喧嘩をし始めてしまいました。このべらぼう野郎め、よくも俺をとんだ目に合わせやがったな。その金のせいでおら古女房を追い出しちまって、今夜から一人で寝にゃならねえ。こりゃ驚いた。嫁ぎ先がおめえなら金がかからなくていいじゃねえか。若い女房を譲ったから文句はあるめ。何抜かしやがるこのたわけ野郎。取っ組み合いの大喧嘩を始めた二人。その最中、お壺は急に腹を押さえてうずくまりました。三毛月体調は急激に悪化し、呼吸は乱れ、顔色は真っ青に。やがてお壺は静かに目を閉じてしまったのです。そしてその直後、追い打ちをかけるように北八の素行の悪さが奉公先にバレ、商いの職も居場所も失ってしまいました。改心するかと思いきや、ところがどっこい、落ちぶれた身の上を笑い飛ばし、だったら運直しに旅に出ようと気を変えたのでございます。こうして二人は新たな運をつかむべく江戸を離れ、お伊勢参りへと旅立ったのでした。着物の裾をキュッとまくり上げ、肩には振り分け荷物、脇に一本道中差しを携え、頭には三度傘、いなせな旅姿でございます。ヤジさん、さあ旅の始まりだぜ。おいさ、楽しみだな北さん。旅に出ちまえば借金も風に流れりゃいいんだけどよ。二人はのんきに笑い合いました。好き放題、でたらめ三昧、けれどどこか憎めぬ似た者同士の旅道中。はてさて、この先何が待ち受けているやら。まっすぐ歩くもよし、転げて笑うもまた一興。好き勝手に生きるこの二人、行く先の珍道中、それがどう転ぶかは神様仏様、富士のお山すらご存じない。いよいよヤジさんたち旅立つんだね。目指すはお伊勢様。東海道を西へテクテクと。東海道ってよく聞くけど、どんな道なの？江戸から京都までを結ぶ日本一にぎやかな道よ。そしてその道の途中には宿場っていう休みどころがあってね。宿場って？旅人が泊まったり、ご飯を食べたり、馬を変えたりする町のこと。東海道にはその宿場が53も並んでいて、歩きながら休んでまた歩く、そんな旅が膝栗毛って呼ばれていたの。そういえばタイトルの膝栗毛って何のことなの？膝は自分の足を、栗毛は馬のようにって意味で、つまり自分の力で進む旅ってことなの。なるほどね。ところで次回のお話はどんな旅になるの？次回はね、宗師の庭のオリジナルストーリーで鈴ヶ森というちょっと薄気味悪い場所でのお話よ。処刑場の跡地を通りがかるヤジさんと北さんの前に賊が現れて、でもそこで出会うの、ある特別な旅人にね。へえ、どんな旅人なんだろうそれは見てのお楽しみ。私たちは誰かって？そのうち本編に登場するからお楽しみにね。それではまた次回。チャンネル登録よろしくお願いします。